皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか？日本はね、急に暑くなってもうめちゃくちゃ暑くて、つい最近までブランケットとか毛布を使ってたんだけど、もう今エアコンつけたいぐらい、そのぐらい暑くて、でこの前までねジャケットとか羽織ってたけども、今私半袖で、こんなに天気って急に変わるんかってぐらい一気に暑くなって、春というか夏を感じています。今もう夏じゃんって思いながら今日一日を過ごしてるんですが、皆さんはどうお過ごしですか？ではですね、今回は食べてみてほしい日本食、日本食というか食べてみてほしい、日本にある食べ物っていうことで、話していこうと思います。食べてみてほしい日本食ってどんなのって、考えると思うんですけど、皆さんは日本で食べてみて、または日本食って言われるものを皆さんの国で食べてみて、これいまいちあんまり好きじゃないかもとか、何これ初めて見た、何この変な見た目してるやつって思ったことないですか？多分ね、そういうのもたくさんあるかなと思います。いわゆる寿司とかラーメン、うどんとか、分かりやすいもの、おにぎりとかね、日本の分かりやすいものではなくて、多分これ見たこともあるだろうけど、なんとなくまだ食べたことがないっていう人も多いんじゃないかなって思ったので、そういうのをね、今回は5つ、5個紹介していこうと思います。で、もし機会があればぜひ食べてみて、皆さんの感想を教えてほしいなって思います。日本人の中でも今から紹介するものは結構半分に、綺麗に半分に好きな人と嫌いな人で分かれている気がします。なんかこれ別に食べるし、特に嫌いではないけど好きでもないっていう感じよりかは、もう本当に大好きまたは大嫌いの2つに分かれている場合が多いなって気がします。なのでね、今回はそんな、ぜひ皆さんにも食べてみてほしい日本の食べ物、5つ紹介していこうと思います。今から紹介するもので皆さんが食べたことあって好きだった嫌いだった気持ち悪い食感だったとかそういう場合もあると思うんですけど、ぜひね皆さんの感想も、コメント欄で教えてくれたらなって思います。ではまず最初にですね、皆さんも日本で食べてみて、これはちょっと苦手だったとか、匂いがきつかったとか、見た目があんまり好きじゃなかったとか、そういうものってありますか？いろんなものね、人それぞれあるかと思うんですけど、まず一つ目食べてみてほしいものは納豆です。納豆は結構有名だし、見たことある、食べたことあるっていう方も多いかと思います。これは日本人の中でも大好きな人と、健康だから食べるっていう人と、あとはもう大嫌い、絶対に食べられない、匂いきつすぎ、臭すぎっていう人がいるかなと思います。で、私納豆はね、大好きっていうわけじゃないけど、健康にもいいし、味も好きだから、3日に1回ぐらい、1週間に2、3回ぐらい食べるかなと思います。で、皆さん納豆食べたことありますか？まず納豆は大豆を発酵させたものです。大豆を発酵させているので、まず匂いがきついっていうのがありますよね。すごくきつい臭い匂いっていうのがあると思います。で、あとはネバネバ感。めちゃくちゃネバネバしていて、口の中に入れると口がこうなんか海苔でひっつくみたいな、すごくネバネバとしたあの食感とか、なんか感触が嫌っていうので嫌いっていう人もいるだろうし、嫌いな人の理由は人それぞれだと思うんですけどね。まずこれめっちゃ健康にいいです。納豆は大豆を発酵させているものなので、めっちゃ健康にいいので、嫌いじゃなかったらね、食べることをお勧めします。あと納豆って比較的すごく安いので、安くて健康にいいものっていうので、毎日食べるっていう人も日本では多いかなと思います。
見た目からしてね、茶色で、決してこう可愛いような、食欲をそそるような、食べたいって思うような食品ではないです。それは確かなんだけど、でもね、こう食べれば食べるほど美味しさが分かってくるっていうのが納豆な気がします。もう嫌いな人はずっと嫌いなんだけど、でもなんか食べていたら、だんだん美味しく感じてきた、だんだん好きになってきたっていう人も多い気がします。なのでね、納豆食べたことない人はぜひ食べてみてほしいです。納豆は納豆でもいろんな納豆があります。こう大きい豆の納豆もあったり、小さい豆の納豆もあったり、あとはその納豆は苦手だから、納豆を食べる時に醤油とあとマヨネーズをかけて食べたり、キムチと一緒に食べたりと、いろんな納豆のアレンジレシピを考えている人もいます。なので納豆食べてみたいけど、そのまま食べるのはちょっと怖いっていう人は、アレンジレシピを調べて、それで食べてみると意外とね、美味しく食べられるんじゃないかなと思います。あとコンビニなどでも売っている納豆ご飯、納豆おにぎりっていうのもあります。なのでご飯と食べると意外と美味しい、意外と食べられるっていう場合もあるので、そういうのも挑戦してみてほしいなって思います。では次ですね。次食べてみてほしいものは梅干しです。皆さんまず梅っていうものを聞いたことはありますか？梅は果物です。見た目はすごく小さくて丸い、色は緑色やちょっと黄色っぽい色をした、本当に小さい丸いものなんですけど、これを梅って言います。で、味はとっても酸っぱいです。レモンとかそういう酸っぱいものありますよね。そんな感じです。酸っぱい果物です。で、この梅を使った梅干しというものが私はすごく好きで、皆さんにも食べてみてほしいなって思っています。梅干しは梅を塩で漬けて作る日本の伝統的な食べ物です。とても酸っぱくて塩で、味付けするのでしょっぱい、塩のしょっぱい味が特徴です。で、その梅干しをご飯に乗せて食べたり、あとはその梅を干して、干し梅っていうのにしたりします。それはまあおやつみたいな感じで、私もね、小さい頃からよく食べていました。干し梅がめちゃめちゃ好きで、おやつとしても食べるし、なんか子供だったらお腹が空いた時にキャンディーとかチョコレートとか食べそうな感じはするんですけど、私はね、そういう時に梅干しを食べたりしてました。で、食べてみたら多分わかると思うんですけど、とにかく酸っぱいので、これの何が美味しいねんって思う人がね、ほとんどかなって思うんですけど、なんかその酸っぱさと甘じょっぱさみたいなのがすごく私は好きで、結構おやつにね、チョコレートをつまみたい時もあるし、おやつに梅干しをつまみたい時もあるなと思います。で、梅干しはその塩分が高いので、塩をすごく使ってるので、食べ過ぎは良くないんですけど、でもそれでもめっちゃ食べたくなるぐらい梅干しが好きでよく食べていました。もちろんチョコとかキャンディーとか他のおやつも食べるけど、梅干しがあったら、その梅干しを一口パクみたいな感じでよく食べていたなと思います。今でも干し梅はめっちゃ好きです。で、あとはその梅を使った梅酒というお酒もあります。梅酒は梅をお酒と砂糖で漬けて作る甘いお酒です。すごくフルーティーで飲みやすくて、お酒苦手っていう方とか、お酒あまり強くないっていう方も梅酒好きっていう人はね、結構います。で、梅干しは本当に塩のしょっぱい味のものもあるんですけど、蜂蜜を混ぜた少し甘い、あまりしょっぱくない梅干しっていうのも売っています。スーパーに行くと蜂蜜入りって書いていたりするので、もし今日本に行ってスーパーなどに行って梅干しを買う機会がある方は、ぜひね、まずは蜂蜜入りのもの、あまりしょっぱくないものから食べてみるといいかなと思います。あと和歌山というところが梅で有名なので、そこに行くとね、なんかいろんな梅は梅でもいろんな種類があるので、梅干しを食べ比べたり、すごく甘いものとか、すごくしょっぱいものとか、いろいろあるので、そういう感じで少し食べ比べてみて、自分の好きな梅干しを探してみるっていうのもいいかなと思います。では次ですね。3つ目は明太子です。
皆さん、明太子って聞いたことはありますか？以前ね、どこか違うエピソードでも話したことがある気がするんですが、明太子っていうのはスケトウダラという魚の卵です。その魚の卵を塩や唐辛子などで味付けしたものです。唐辛子で味付けをしているので少し辛いです。なので辛いのが苦手っていう方はね、あんまり、おすすめはできないですが、辛いもの大好きとか、ちょっとピリ辛だったらいけるっていう方はぜひ食べてみてほしいです。で、その卵を味付けしたものをご飯の上に乗せて食べたり、あとはパスタに使われたりもします。パスタありますよね。小麦の細いやつ。そのパスタに明太子を混ぜて、明太子パスタっていうのもね、日本ではよくあります。明太子とパスタ、意外に合うし、すごく美味しいです。あとは明太子とマヨネーズを混ぜて、明太マヨっていうソースもよくあります。マヨネーズにちょっとピリ辛が追加されたような感じで、これはよくいろんな料理に使われている気がします。明太マヨを使っておにぎりを作ったりとか、なんか明太マヨソースっていうのもね、スーパーに行くと売っていると思います。なので使い方、用途はいろいろで、いろんな場面で出会います。最近あんまり食べてないんですけど、私は好きです。で、見た目がちょっと気持ち悪いっていうのが、まず1点、食べようと思わないっていうのがあるかと思います。なんかプニプニふにゃふにゃした感じの見た目で、食べたくなるような、食欲がそそるような見た目ではないなっていうのが正直な私の意見なんですが、皆さんはどうですかね？明太子を見て、うわ、食べたい、美味しそうって思いますか？赤いっていうので食欲がそそるかもしれないんですけど、私はね、そんなにその見た目だけでは食べたいなとは思わないんですけど、食べてみるとね、ちょっとピリ辛感がすごく美味しくて、ご飯と食べるともう一生白米止まらないっていう感じ。なので、皆さんも一度食べてみてほしいです。で、その福岡っていう場所が明太子でも有名なので、福岡に旅行に行ったりした時は、ぜひ明太子を食べてみてほしいなと思います。では次はもずくです。これは海藻ですね。海から取れる、海苔とかありますよね。そういう感じ、海藻の中のもずくと呼ばれるものがあるんですけど、これはね、私は何が美味しいのかもう全くわからないです。ただただ酸っぱいっていうだけなんですけど、健康にいいっていうのは聞いたことがあります。海藻は健康にいい、体にいいっていうので、私のおじいちゃんおばあちゃんとかがね、よく食べてるなって印象があるんですけど、これもちょっとぬるぬるした、ぬめぬめした、まさに海藻を食べてるっていう感じで、あとは、見た目も、なんて言うんですかね、緑色、ちょっと暗い黒色、深緑みたいな色をしていて、食欲がそそる、めちゃくちゃ食べたいって思うような食べ物ではないです。だけどね、このもずく大好きっていう人、結構いる気がします。私はまだ好きになれてないんですけど、家にあって、例えば賞味期限が切れそうだってなったら食べることもあるかなと思います。小さい頃の方がよく食べてました。でも最近はね、もうほとんど食べないんですけど、なんかもずくってあんまり海外に聞いたことないし、日本っぽいなって思ったので、今回はこのリストの中に入れてみました。海藻って言って海から取れるもので、緑色、深緑みたいな色をしていて、ぬるぬるぬめぬめした感じ。あと酸っぱいですね。酢と一緒に料理されることがあるので、酸っぱいんですけど、もし皆さんも機会があればぜひ食べてみてください。食べて損ないっていうのはあります。体にはいいって聞いたので、バーガーを食べるみたいな不健康になることはないかなって思います。で、最後5つ目は卵かけご飯です。卵かけご飯っていうのは、ご飯、白米に生卵を乗せて食べるものです。本当にめちゃくちゃシンプルな食べ物なんですけど、まずご飯に生卵、ってね、思ってしまう、そう思う方もいると思うんですけど、ちょっと高級な卵とか美味しい卵を使うと、もうめちゃくちゃ美味しいです。
もう本当にこれさえあれば生きていけるって思うぐらい、なんか日本を象徴するようなそんな感じの朝ごはんです。朝ごはんにこれを食べるって方が多い気がします。本当に用意するものは白米、白ご飯と生卵だけなので、1分で作れます。1分でできる超簡単な朝ごはんです。これがね、私はめちゃめちゃ好きで、たまに食べます。卵かけご飯っていうのは、なんか毎日食べたくなるような感じではないんだけど、こう、あまり食べていないってなると、久しぶりに、うわ、食べたいなっていう感じになります。あとはなんか海外に長期間行って、日本に帰ってきた時に、この超シンプルな朝ご飯に卵を乗せて食べるっていうのがね、もうめちゃくちゃ美味しいし、やってみてほしいなと思います。で、一個注意点は、多分住む国によって買うものによっては、その生のままで卵を食べてはいけないっていう場所もあるかなと思います。日本で売られている卵は生のままで全然大丈夫なんですけど、生では卵を食べないっていうのを聞いたことがあるので、その海外の方から。なので、それは一個注意かなと思います。皆さんの国とか近くのスーパーで買う卵は、その生のまま食べれるのかどうかっていうのはちょっと気をつけながら挑戦してみてほしいなと思います。で、一番シンプルな味付けは、ご飯に卵を割って乗せて、で、そこに醤油をかけて、あと味の素っていうなんか調味料、魔法のパウダーみたいなのがあるんですけど、それをね、味の素を少しかけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。もし日本に来て、その生卵を、卵かけご飯を食べるチャンスがあるなら、ぜひ一度食べてみてほしいです。そして食べたことがある方は、皆さんの感想も、良ければぜひ教えてください。私が今言った食べ物は結構ね、アレンジレシピが多いです。シンプルな食べ方もあるんだけど、いろんな人がいろんな調味料を加えたり、いろんなアレンジをして食べるっていうこともあるので、皆さんの中でもそういうアレンジレシピを試してみたことがあるっていう方もいるかと思うので、もし皆さんの好きな食べ方があれば、それもぜひコメント欄で教えてくれたらなと思います。私はね、結構納豆も梅干しも明太子も卵かけご飯とかも全部アレンジなしでそのまま食べることが多いんですけど、それでもアレンジしてね、たまに違う味変みたいな感じで、違う食べ方をしても美味しいかなって思うので、今度ね、そういうアレンジレシピとかもやってみようかなって思います。今回は日本で食べてみてほしい食べ物5選ということで5つ紹介してみました。ちょっとおさらいすると、1つ目が納豆ですね。大豆を発酵させたネバネバしたもの。で、2つ目が梅干し。梅というものをちょっとしょっぱくしたもの。で、私は干し梅っていう梅干しを干して乾燥させたものが好きなんですけど、で、3つ目が明太子ですね。赤いちょっとぷにょぷにょした少し辛いもの。で、4つ目がもずく、海藻で、これもまた酸っぱい、ちょっとぬるっとした食べ物。で、5つ目、最後が卵かけご飯を紹介してみました。全部食べたことあって全部嫌いっていう方もいるかと思うんですけど、意外とね、あ、なんとなく好きかもって何回も食べるとそう思ってくる瞬間もあるかと思うので、皆さんも1回食べてあんまりだった場合でも2回ぐらいはこう時間を空けてね、また別の場所で挑戦などしてみてほしいなって思います。あとこう日本だけじゃなくて世界でも、私の国では私の地域ではよく食べるけど、他の国の人から見ると何これ変なものって思う食べ物がたくさんあるよっていう国とか地域の人もいると思うので、もし皆さんの国でもそういうものがあればね、ぜひコメント欄で教えてほしいなと思います。私は韓国で食べた生きてるタコ、まだちょっと動いているタコありますよね。あれめっちゃ好きでした。好きっていうかちょっと舌に乗せた瞬間にちょっとうってなる感じはあるんですけど、まあ、タコは私は好きなのであれ美味しかったし、あとフランスだと
エスカルゴとかカタツムリですね、日本語で言うと、エスカルゴとか、あとはカエルの肉を調理したやつ、あれも食べたことがあって、この2つどっちもめちゃくちゃ美味しかったです。私エスカルゴ大好きって思ったんですけど、そんな感じで他の国だとあんまり食べない珍しいようなものって国ごとにねいろいろあるかと思うので、そういうのがあればぜひ皆さんもシェアしてみてほしいなって思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも応援したいと思ってくださる方がいましたら、ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。興味がある方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんのおかげでこうやって続けていくことができるので、本当に大きな力になっています。ありがとうございます。では今回はここまでにしたいと思います。皆さん今回も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん今日も良い一日をお過ごしください。それでは。